こんばんは、ボスケです。今日も望遠鏡を開封して紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。今日開封するのはね、このでっかい荷物なんですけれど、この中にね、望遠鏡がね入ってるんですが、私はね、正確には何が入ってるか分かりません。実はね、シュミットさんっていうね、天体望遠鏡のショップでお正月にね、福袋ってのがあったんですけれどね、その福袋がね、なんとね、望遠鏡2台セットだとかね、4台セットとかいろいろあったんですけれど、その中のね、とある2台セットのね、望遠鏡を買っちゃいました。何が入ってるかっていうか、どっちが入ってるかね、よく分かってないっていうところなんですので、開けてからのお楽しみです。それではミュージックスタート。ということでね、今回紹介する望遠鏡はマイクロテック RC6、 これになります。実はね、これとセットでね CC6 っていうのもあったんですけれど、今ね無差別に開封したら RC6 が出ましたので、今回はこれを紹介して、またねいずれ CC6 の方を紹介したいと思います。まずはじめにね、この6っていうのはね、6インチのことなので、口径ね、15センチの望遠鏡ですね。昔で言えばね、大口径の望遠鏡の類に入ると思うんですけれど、今ね、大口径の望遠鏡っていうのも結構、巷ではね、流通しておりますので、中口径と呼んでもいいかもしれないです。それではまず、キャップをオープンします。はい。実はね、私の動画の中ではね、この RC っていうタイプの望遠鏡って初めて紹介するわけじゃないんですね。今まではね、GSO の 200RC という望遠鏡を紹介したこともあるんですが、これはね、実はね、同じ GSO 社のね、一応ね、望遠鏡としてはね、反射式望遠鏡の一種になります。その反射式望遠鏡の中でも、カセグレン式のね、望遠鏡の一種って言われるもので、こっちにね、凹面鏡、こっちにね、凸面鏡が入った、いわゆるね、ファミリーですね。カセグレンファミリー。で、このね、RC っていうのはね、リッチー・クレチャンっていう形式の略なんですけれど、カセグレンファミリーの中でも、主鏡とね、副鏡、それをね、双曲面にね近い剣までね仕上げたものがこのリッチー・クレチャンです。正確に言えばね、双曲面に近い工事比球面の光学系になります。さてね、ちょっとね手がね結構ね疲れてきました。結構重いんですね。重量はね6キロほどあります。6キロほどあるので、本来はねちょっとポルタ2とかには乗せてはいけない重量なのですが、今回はねちょっとポルタ2さんに乗せていただきます。いや、重かった重かった。ホコリが入っちゃいけないので蓋は閉めさせていただいて、まずね口径、先ほどは15センチって言いましたが、正確にはね153ミリみたいですね。で、あと焦点距離が 153×9 なので、だいたいね1400ミリぐらいだと思います。 F は9の望遠鏡です。このね蓋はねシュポ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 、もうね非常に緩いですので、ここにね不織紙をね貼り付けることをおすすめします。私はまだ貼れてません。開封したてですのでね。でね、これがね望遠鏡の内部です。ここに見えてるのがね副鏡、凸面鏡の方ですね。奥に見えてるのが主鏡、凹面鏡です。でね、この副鏡は4つのねスパイダーで支えられています。このスパイダーがね結構ね丈夫なんですよ。なのであまりね光軸はね頻繁には狂うことはないかと思います。200RC の時もね光軸はねほとんど狂いませんでしたからね。もし光軸が狂ったらここでね光軸を変えるっていうことなのですが、リッチー・クレチャンのね光軸はね非常にね調整が難しいので、あんまりね不必要なところはねいじらないようにしてください。この3箇所だけいじった方がいいと思います。と言いながら、多分ね他の場所そんなにいじれないかと思うんですが、あんまりね主鏡はねいじらない方がいいと思いますね。よほど狂った時じゃない限り。それとね、あとこの望遠鏡の特徴としてはね、実はねこれはね直照撮影が得意な望遠鏡です。F 値もね9とね、このカセグレン式の中ではね少し明るいブルーになりますし、この副鏡、ここのね面積がね広いですよね。これはね、カメラのシャヤの周囲までね、明るくさせようと大きな副鏡が付けられています。でね、これはね、RC6 での感想ではないんですけれど、200RC で見た
感想で申し訳ないのですが、惑星に関してはね、さほどね、得意な望遠鏡ではないです。簡単にまとめちゃえば、直照撮影向けの望遠鏡ってことですね。はい。あとね、ありがたレール。これはね、ビクセン規格のね、長いものです。おそらくね、バランスが取れる範囲はね、ここからここぐらいでしょうね。こっちが重くなるってことはね、よほどないかと思うんですけれど、例えばね、ここに何か小さなね、ガイドスコープをつけるっていうこともね、できますね。それでは今度はいよいよ、この接眼部をね、紹介したいと思うんですけれど、私のね、動画ね、結構ね、古くからご覧になってる方はね、実はね、200RC の接眼部でね、結構ね、私、これはダメやろって言ってたね、接眼部があったんですけれど、実はね、その後の噂で GSO の接眼部も結構良くなったよっていうことを聞きますのでね、今回はね、それをちょっと試してみたいかなと思います。まずね、これが接眼部です。この接眼部は、コンピューター制御されたね、旋盤で削られたね、非常にね、精密なものです。で、こうしたね、接眼部はね、精密なものだとね、これだけでもね、4万とか5万とかでもするんですけれど、今回のね、この望遠鏡はね、全て合わせてね、6万ちょいなので、それよりはね、グレードが抑えられた接眼部にはなっていると思います。それでは、ちょっと運命のね、GSO の接眼部との再会を果たしたいと思います。それでは、回します。ちょっと待ってね。こっちのね、下の部分にね、ちょっときつくするところがあるんですよ。2つね、ネジがあります。こっちとこっちのネジの違いはちょっとね、今のところよくわかりませんが。まずね、両方締めてみます。これね、両方締めるとね、空転しますね。では今度、望遠鏡側を緩めてみます。望遠鏡側を緩めると、接眼部が動きますね。で、この状態で結構ね、シュポシュポきます。なので、シュポシュポ来ないように、ちょっときつくしてやります。では今度、こっちを緩めてみましょう。こっちをね、緩めるとね、もうね、シュポシュポシュポ。これね、なんでシュポシュポ言うかっていうと、一般的なね、望遠鏡はね、ラック&ピニオン方式って言って、ここにね、ギアがついてるんですけれどね、これはね、ギアがついてないです。ここがね、平面になってるだけです。これがね、なぜギアじゃなくて平面になってるかっていうと、ギア特有のバックラッシュをね、なくすためっていうのがね、大義名分なのですが、ただね、一方ではね、このギアがないことによって、このようにね、摩擦力がなくなると一気にね、シュポーンっていくっていうね、そういったね、デメリットもあります。ですのでね、重いカメラをつける人っていうのはね、結構このクレード方式っていうのは、ちょっと嫌がる人が多いんです。一定を超えると急にね、バコンってなるのが、これがね、デメリットです。そうならないために、ここのね、ネジをね、締めたりして調整するわけです。手前側のね、ネジをね、結構締めてみました。この状態で、動きますね。結構ね、締めても大丈夫です。まあね、ある程度のカメラまではね、支えられるようにはなってますね。ですので、手前側はね、締めて、奥側はね、ちょっと開ける。それがね、使うポイントだと思います。では、その次、いよいよダブルフォーカサーをね、いじってみたいと思います。では、動かしてみますよ。いいじゃないですかね。ここはね、改善されてますね。お見事です、お見事です。これをつまみを回してね、ピュッてね、戻るようなね、接眼部ではなかったです。これだけはね、ほっとしました。ということでね、重いカメラを使うときはね、ちょっとね、クレイフォード気を使う部分はあるかと思うんですけれど、旧式のね、200RC についてた接眼部のようなね、反動で戻るようなね、ものではなくなったので、非常にね、使いやすくなったかと思います。ということでね、私ね、ようやく GSO の接眼部とはね、仲直りできたみたいですので、ここからはね、気を楽にして説明したいと思います。もうね、ここさえね、良ければね、私ね、このね、RC っていうのはね、すごいね、評価高いんですよ。はい、というわけでね、いかがでしたでしょうか。今回はね、マイクロテックの RC6 というね、リッチクレチャン式の天体望遠鏡をね、紹介させていただきました。このようにね、工作精度がね、非常に高い、とてもね、信頼の置けそうな望遠鏡ですよね。この望遠鏡に関しては、サイトロンさんでね、扱っていますので、ぜひね、サイトロンさんのホームページ見てみてください。でね、値段もね、結構ね、安いんですよ。6万円台で売ってるのかな。いずれこの兄弟の望遠鏡 CC6 も紹介させていただきますので、また今後ともね、このチャンネルよろしくお願いします。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。